ここはハウスでありーべ。さあ聞かせてください。あなたの悩み、心の中に救う深い闇よ。どこにでもある普通の会社。今日も社員たちはひたすらに一生懸命働いている。だが達夫は他の社員たちとは少しだけ違っていた。おい達夫、この資料どうなってんだ？いやどうとは。とぼけてるんじゃない。なんだこの資料は。誤字も多いしデータも中途半端だろうが、こんな資料会議に出せるわけないだろう。すみません。それでいいかと思って。お前、何年この仕事やってんだ。いつまでそんな新人みたいな言い訳するつもりだ。さっさとこの資料を作りなさい。はい、すみません。わかりました。うわ、あの人また怒られてるよ。ほんとだ。よくあれだけ毎日ミスできるよな。なんであんなに仕事できないんだろう。まったく。ああはなりたくねえよな。くそ。達夫は仕事もできなければ人望もない。妻との関係も冷え切って家に居場所もない。周りから頼りにならない男のレッテルを貼られているのだ。そんなある日のこと、達夫は突然上司ひろきに呼び出された。自分にとある仕事を任せたいからということらしい。いや、そんな仕事私にはできませんよ。それにこれって会社の方向性が変わるほどの大きなものじゃないですか。それをこんな私みたいな人間に任せるなんて無茶ですよ。達夫、俺はいつもお前に辛く当たってるかもしれない。でもこれでも俺はお前に期待してるんだぞ。長い間この会社で頑張ってきたじゃないか。その根性は評価に値する。だからこれはお前に任せたいんだよ。でもこんな大きな仕事。達夫、お前だって分かってるんだろう。このままじゃいけないって。それは仕事もミスばかり。家にも居場所がない。陰では頼りにならない男と言われてずっと嫌な思いをしてきただろう。これはお前の汚名を返上するチャンスなんだ。ひろきさん、わかりました。この仕事を引き受けます。何としても成功させますから。よう、その意気だ。頼むぞ。こんな自分にも応援してくれる人がいる。この仕事をきっかけに全てを変えるんだ。そんな意欲に達夫の心は満ち溢れていた。だが仕事に取り組み始めて数日後、達夫はあることに気がついた。この仕事は達夫が今まで手をつけたことがない種類のものだったのだ。達夫は恥を忍んで部下に頭を下げて協力を仰いだ。だが、頼む。この仕事何としてでも成功させなきゃいけないんだ。だから一緒に手伝ってくれないか。この通りだ。いや、そんなこと言われても嫌ですよ。そうですよ。だいたいそれって達夫さんの仕事ですよね。俺たちには俺たちの仕事があるし。そこをなんとか。この通りだ。これが最後のチャンスなんだ。だから頼む。達夫さん、そこまで頭下げるなら今から言うことをちゃんと聞いてくださいね。誰もあなたに期待してないですよ。その仕事量俺たち入れてもできるわけないんですって。それ本当は20人規模のチームで取り組む内容ですよ。嘘だ。そんな。じゃあひろきさんが私にこの仕事を頼んだのは。まあわざと達夫さんに押し付けたんでしょうね。こう言っちゃなんですけど、多分ひろきさんミスしたところを追求してクビにする、口実にする、こんなところじゃないですかね。そんな、まさか。嘘だ。こんなことで嘘言ってもしょうがないでしょう。まあだから俺たちも泥船に乗る気はありませんから。あと達夫さんこの仕事向いてないと思うんで、本当にやめた方がいいと思いますよ。そんな、嘘だ。じゃあ俺は何のために。達夫の任された仕事、それは決してチャンスではなかった。むしろその真逆。真実を聞かされた達夫は呆然としてそのまま会社を早退してしまった。もはや達夫に何かを考える気力は残っていなかった。なるほど、そういうことでしたか。
それはさぞおつらかったでしょう。努力を踏みにじり、人を無下に扱う。そんな中、あなたは耐え続けてきたのですね。ああ、分かってくれるか。俺はずっと会社のために働いてきたんだ。そりゃ仕事はあんまりできなかったかもしれないけど、でもこんな仕打ちはあんまりだ。あなたのお怒りもごもっとも。それではどうぞこちらをお受け取りください。え、これは腕輪？いや、ブレスレットか？達夫が占い師から手渡されたのは武骨な形のブレスレットだった。太く、そして分厚く重いブレスレット。しかしところどころ彫られている模様にはどこか気品のようなものを感じる。これからはこのブレスレットをつけて生活してください。でもこのブレスレット決して外さないでくださいね。そして達夫はその場でブレスレットを身につけ、そのまま店を後にした。翌朝、いつも通り仕事に出かけた。だが周りの自分を見る目が違う。いつもはもっとバカにされるような目だった。だが今日はなぜか皆が驚いた目をしている。一体何か？おお、達夫じゃないか。みんな、達夫が来たぞ。集まってくれ。なんですか急に。達夫さん、マジであれ一人でやりきったんですか？あんな仕事量絶対一人じゃ無理だと思ってたのに。ほんと。でもそれをやり遂げるなんてすごいな。いや、俺は分かってたぞ。達夫ならやってくれるってな。本当にお前に任せてよかった。ありがとう。昨日は仕事を放り出して帰ったはずだ。どういうことだ？なんで？まさか。いや、間違いない。これだ。このブレスレットだ。このブレスレットのおかげなのか。すごいぞ。それから1ヶ月、仕事もそつなくこなせるようになり、達夫の評価は上がった。ついには皆が認める頼りになる男としてもてはやされるようになったのだ。さてと、今日は14時から商談か。少し緊張するな。でも今の俺なら問題ない。今の俺は昔とは違うからな。それもこれもこのブレスレットのおかげだ。このブレスレットさえあれば俺はもっと輝ける。カフェで一服してから仕事に向かおうとしていた達夫。その表情は輝いていた。達夫の人生は今が絶頂期。そしてそんな人生が今後も続いていくと思われた。だが達夫は会社からの帰り、次の日も仕事の商談が入っていたが、自分へのご褒美にと同僚と飲みに出かけた。そして泥酔する。あれ？ここどこだ？ここ俺の家？あら、あなた今起きたの？おはよう。さっきまですごくうなされてたわよ。まったくお酒強くないのに飲んで帰ってくるからだわ。ほんとそういうところよ、頼りないって言われるの。ちょっと待ってくれ。あれ？ブレスレットはどこだ？これのこと？まったく年がいもなくこんなものつけないでよね。恥ずかしい。寝るときに危ないと思ったからさっき外しておいたわよ。なんてことをしてくれたんだ。あれを外したら俺は。ああ、何言ってるの？ああ、そういえばさっきから電話鳴ってたわよ。電話って部長からだ。折り返さないと。もしもし、達夫ですが。はあ。おい達夫、お前やってくれたな。仕事もまともにできずに今度は無断欠勤か。いいご身分だな。仕事って？お前に前任せた仕事だろうが。もう忘れたのか？でもあれはこの間終わらせたはずじゃ。まだ寝ぼけてるのかお前。はあ、もういいよ。そのままずっと寝てろ。もう来なくていいから。解雇の処理はこっちで進めておくからな。そんな解雇って。ちょっと待ってください、ひろきさん。やっぱりね。いつかはこうなると思ってたのよ。もう愛想がつきました。私たちも終わりにしましょう。ほんと最後まで頼りない人。でもそれも今日で終わりね。さようなら。私実家に帰ります。そんな、ちょっと待ってくれよ。待つ？これ以上何を待てっていうの？もうあなたみたいな頼りない人とは一緒にはいられないの。もちろん子供も連れて行きますから。なんでそうなるんだ。
子供は関係ないだろ。子供だけは連れて行かないでくれよ。頼む。子供がいなくなったら俺は関係ない？本当にそう思ってるの？あなたみたいな頼りない人が子供にとって必要なの？もうあなたはどこからも必要とされていないのよ。だから私ももうあなたはいらない。それじゃあさようなら。嘘だろ。なあ、行かないでくれよ。これからはもっと頑張るから。頼りになるように頑張るから。俺を一人にしないでくれ。頼む。なんでこんなことになったんだよ。頼りないってそんな酒によってアクセサリーを外されるとは、なんと怠惰な男だ。達夫よ。そのブレスレットは男らしさと華やかさ、そして能力の象徴。アクセサリーの力におごって自分に何が欠けているかを考えず改善しなかった。お前は常に仕事や生活において怠慢で責任を放棄してきた。常に細心の注意を払い確認を怠らなければ、そして自身の管理を徹底していれば社会から見限られることもなかったし、ブレスレットを外されることもなかっただろう。夢から覚めたら自らを振り返ってみるがよい。辛く厳しい現実の中で